Hello and welcome. Sorry. Hello and welcome to the Tokusatsu Networking YouTube. Today we are at Robert Baldwin's bar, The Nest, interviewing Miss Michiko Makino. She played Pink 5 in Chouden Shibayama. 本日はよろしくお願いします。お願いいたします。大学1年生の時にミスコンテスト、学園祭のミスコンテストがあって、でそこで優勝して、その優勝したの人が週刊朝日という日本の週刊誌の表紙になることがあって、でそこで篠山紀信さんという有名な写真家の方に撮っていただいたものが載って、でそれを東映のプロデューサーの方が見て、で直接オファーが来て、でバイオマンに出ることになったのが最初のお仕事です。そうですね。それで東映のプロデューサーの方からお声掛けいただいて、で、東映の本社、銀座の本社の方に行ったんですけれど、で、そこでプロデューサーの方、鈴木さん、多部さんにお会いしまして、それで、子供番組やってみませんかって言われて、子供番組かと思って、お母さんと一緒とか、当時、ポンキキとかやってたので、そういうお姉さんかなと思って、もうすごく親に、芸能界入りは反対されていたので、そういう、お仕事だったら、親も許してくれるかなと思って、やりたいですって言って、OK したんですね。で、そのプロデューサーの方が、今度の土曜日の6時に、牧野さんが出てもらう前の番組がやってるから、それ見て漢字掴んどいてくれるって言われて、で、土曜日になりました。で、テレビ見ました。そしたら、私がやるだろうっていう役の人が返信をしていたので、そこで初めて、ゴレンジャーのような戦隊ものなんだっていうことをそこで初めて知りました。私は、そういうふうに、プロデューサーの方から直接オファーが来て、で、それで、出演を決めたんですけれど、だからつまりオーディションはやってないんですね。もう本当にもう、はいっていう、返事で、はいっていう返事だけだったんです。で、それを、撮影が始まってしばらく経って、5人で、他の赤を含めて5人で話をしたときに、他の4人がオーディションだったってことをそこで初めて知って、でも3時とか4時とかすごいオーディションを経てやっと役を掴んだんだって話を聞いて、そうなんだ、私なかったんだよねってさらっと言ったらその4人にすんごい怒られて、そうだったんだ、ごめんなさいね、みたいな感じでした。ですね、もう今と違って、CG ではなかったので、すべてほとんどアクションも、いわゆる爆発とかも本当に自分たちでやっていたので、で、私はいわゆるアクションスターとかアクションアクトレスではなかったんですけど、いわゆる女の子が2人のお話が多かったので、もう1人のイエローの田中さんは、もちろんジャパンアクションクラブの所属だったから、もうすごいもうアクションが上手だったわけですよ。で、2人でやんなきゃいけないことがとっても多くって、例えば映画版なんかですと、よりの採石場の上に立たされて、後ろナパームの爆発が大きいのがあって、それ、用意、はいって言ったら飛び降りて爆発してっていうのを取らなきゃいけなくって、で、立たされたら、もうすごいもう高いわけですよ。で、ここ私飛ぶのなんかもう私がやるの私みたいな感じで、泣きそうだったんですけど、やっぱりもう新人だったので、あんまり嫌とも言えずに、できるとか言われたら、できるかも。と思って、で、もう、こっちイエローの子はやる気満々なわけですよ。そういうことどうやって飛ぼうかぐらいの余裕があるんですけど、で、よーい、はいってなって、イエローが飛んで、でも私はそこで本当にビビってしまって、もう一瞬飛び降りるのが遅れたんですよ。そしたら爆薬をやるスタッフの人にもうすっごい怒られて、本当に危ないって、危なかったって言われて、本当にもう、確かに飛んだ瞬間熱かったんですよ、この辺が。だから、ちょっと、遅れてたらかなり燃えてた感じがあったんですけど、そんな本当にもう大変なこともあったりとか、あとは、いわゆる、レッドの武器で、ファイヤーソードって言って、こうやって、ビューって言って、火がプーンってなるのがあったんですけど、今だったら絶対に CG だったんですけど、当時はそれに布を巻いて、石油つけて、チャカマンで火つけて、本当に炎がブン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 、なってるような撮影をしていて、本当に暑かったし、はい、割とすごいアナログで本当にやってたっていうのが多分今とちょっと違うのかなと思います。
そうですね。もちろん私は変身するまでを演じていて、で、変身した後は、ピンクは武田さんっていうアクションの方が入っていたんですけれども、最後の2話だけ自分が、入るっていうのは当時、バイオマンからだったのかな、最後の2話自分でピンクのマスクをかぶってやったわけですよ。でもって、相手の兵隊役さんはいわゆるピンクに入っていてくれた武田さんがやってくださって、で本当にもうバイオマンのピンク5はもう武田さんあってのピンク5だったわけですよ。本当に私以上にっていうかもう女性以上に女っぽいいわゆるお山だし、本当に本当に素晴らしいピンクを演じてくださって、本当にもう武田さんあってのピンクだったので、もう武田さんの演技がもうピンクの演技と言っても本当過言ではなくって、で私なんかもう新人だったからいわゆる演技自体も未熟だったし、なので武田さんがピンクを演じてる時にこういう感じでやったよ、ああいう感じでやったよって私に教えてくださって、でそれを元にアフレコを入れたりとか、本当にもう2人で話し合いながらというか教えてもらいながらピンクを演じてたってわけですよ。ですから最終回とその前の2話に中に入って相手の兵隊さんを武田さんが演じて、こうやって2人でこう盾っていうかアクションやったんですけど、もう本当にもうなんか用意入っていう前にこうやって向かい合ってるだけでももうボロボロもうマスクの中で泣けてきちゃって、でも面かぶってるから拭けないので、もう本当にもうなんかダーダー泣きながら、本当にもうアフレコだから後で声入れるからはいってもう武田さんが声かけてくれるので、それに合わせてこうやって盾をやってるんですけども、実際の中でもボーボー泣いていて、もう本当にもう別れるのが悲しくって、ですからその最終2話は自分の撮影でもずっと泣いていたし、もう誰かが撮ってるのを見てるだけでももうずっと泣きながら見ていたという、本当にもう家族のような、もう本当に1年間ずっともう朝早くから夜遅くまでずっと一緒にいた仲間だったので、本当に別れるのが寂しかったです。そうですね、もう本当に多分私が一番桂木ひかるのことが大好きなんだと思います。もともと私は本当に演技経験がない女優の経験がなくバイオマンを始めてしまったので、脚本家の方がなるべく私自身に近い設定、もともと普通の女子大生っていう設定だ、音楽をやってる女子大生っていう設定の桂木ひかるだったわけで、性格的にもなるべく私牧野美智子と近い感じに脚本を書いてもらって、なおかつ私はこうなりたいなと思う女の子、強いけども優しい心を持ってるけども、とてもいざという時には勇気を出すっていうような、本当に女の子としてこうなりたいと思うような性格の桂木ひかるだったので、多分私が一番桂木ひかるを好きだし、多分今でも誰よりも桂木ひかるのファンじゃないかなと思います。そうですね。やっぱしバイオマンをやっている途中から、放映が始まって、とても反響があって、で、当時女子大生っていうのがとてもタレントさんとしてもてはやされていた時期で、もう途中からもうどんどんいろんなお仕事が入ってきたわけです。で、中で大きかったお仕事が、朝のワイドショーで、牧野美智子の途中下車の旅って、本当冠番組をもらって、旅番組をやってたとか、あとは、雑誌のグラビアですとか、あと歌を歌ってみたりとか、いろんな話が来ちゃって、でもいい気になってやっていたら、さすがに、親が、もともと芸能界に反対だった、もう両親が、もうストップをかけて、中でも、絶対ダメだったのが、いわゆるセミヌードというか水着のグラビアを男性誌でやって、で、それを父が見て、もう本当にも大激怒で、もう本当に住んでいたマンションを親がもうガーって引き払って、持ってっちゃったんですね。もともとそのマンションっていうのも一人暮らしといえども、一人暮らしのようであってそうではないところがあって、だいたい仕事行って帰ってくると父がもういるというような、ほとんど一人暮らしとは言えないようなマンションだったんですけど、そういう割と固い親だったので、もう本当にもう、セミヌードなんてもうとんでもないっていう感じで、もう強制的に、家に戻されてしまいました。Everybody, thank you for watching today. I hope you enjoyed it, and thank you very much.
much. Thank you. Just before we finish, we have one last message. と、視聴してくださいました3名の皆様に名前入りのサインを差し上げます。 Great. So please subscribe to our channel and make a comment below to enter into the contest.